こんにちは、みなせです。今回は京都のおすすめランチを5つ紹介したいと思います。普段はカフェをメインに紹介しているんですが、実は食べ歩きも好きで、関西に来てから7年間、たくさんのお店を巡ってきました。そこで今回は実際に僕が行ってみて、美味しかった行列のできるお店を紹介していきたいと思います。それと概要欄にお店の URL を貼っているので、思い出せるようにチャンネル登録しておくと便利です。それでは早速紹介していきます。最初に紹介するのは河原町駅から徒歩9分のところにある8代目義兵さんです。このお店では全国から厳選したお米を使った定食をいただくことができます。いつも行列のできる人気店で、予約なしで行くとだいたい1時間ぐらい待つこともあるので、あらかじめ予約してから行くことをお勧めします。店内は1階と2階に分かれていて、1階はカウンター席が7席、2階はカウンター席とテーブル席合わせて15席ありました。席は選ぶことはできないんですが、2階のカウンター席からは八坂神社を見ることもできます。メニューに関してはだいたい2000円前後のものが多く、ランチとしてはいいお値段するんですけど、本当に美味しいので値段の価値はあると思います。また夜は基本のコース祇園とお手軽コース八坂の2つのコースがあって、どちらも京都を感じるような内容になっていたので、観光の際におすすめです。今回僕は季節の焼き魚の2種盛りを、友人はタイのだし茶漬け御膳を頼みました。タイは身が引き締まっていて歯ごたえがあって、そして季節の焼き魚はサワラとタイのカマだったんですが、サワラは身がふっくらとしていて、タイのカマは脂が乗っていました。タイも焼き魚もとても美味しかったんですが、やっぱりお店のこだわりでもあるお米が一番美味しかったと思います。炊きたて10分以内に提供されるお米は、普段食べているご飯と比べて格段に甘く、粒も際立っていて本当に美味しかったです。兄弟でお店をやられているんですが、老舗の米屋で育ったお二人は世界に誇れる米文化を発信するために、お兄さんは全国200種類以上のお米を食べ比べ、弟さんは料理人として炊飯技術を磨いてきたそうです。特に炊飯釜はこだわりを持っていて、お米を最高の状態で炊き上げるために窯元さんと3年半の歳月をかけてオリジナルの炊飯釜を開発したそうです。皆さんもぜひ本当に美味しいお米を8代目喜平さんで味わってください。続いて紹介するのは河原町駅から徒歩4分のところにあるネギ屋平吉さんです。このお店は昔ながらの京町屋で、定食や天丼をいただくことができます。京都でランチを探すと美味しいお店はたくさんあるんですが、こういった町屋を生かした京都っぽい雰囲気を持っていて、味も美味しいお店は貴重なんじゃないかと思います。ちなみにこのお店も行列のできる人気店なので、開店直前かラストオーダー直前に行くことをお勧めします。店内は1階がカウンター席で2階が座敷になっています。ゆっくりしたいときは2階がおすすめですが、1階のカウンター席は窓が大きく高瀬川が見えるので、個人的には1階の席がおすすめです。メニューに関してなんですが、人気なのは上盛りはみ出し天丼で、大きな穴子が丼からはみ出しているのが写真映えするみたいです。今回僕は普通のはみ出し天丼を注文して、もう一人は唐揚げタルタル定食を頼みました。このお店のメニューは1500円前後するものが多いので、1000円で食べられる唐揚げ系の定食はお得だと思います。ただ1点注意点があって、ネギ屋さんの定食はボリュームがあるので、小食の方はご飯少なめで注文した方がいいと思います。僕は最初行った時にご飯大盛りで頼んでしまったんですけど、お腹がはち切れそうになるくらいボリュームがあったので気をつけてください。味に関しては唐揚げタルタル定食は甘辛いタレと具沢山のタルタルソース、そしてカリッと揚げられた唐揚げの相性が抜群でした。そしてはみ出し天丼もどの具材も大きくて食べ応えがあって、特製の天つゆと相まってとても美味しかったです。皆さんもぜひネギ屋平吉さんで美味しい料理を味わってください。ここでちょっとした PR なんですけど、実はこのチャンネルでは公開していないとっておきのお店をコミュニティ限定で紹介しています。皆さんはデートや友人と遊ぶ際に
行くお店がマンネリ化してしまったことってありませんか？ここで紹介するお店はワクワクさせてくれるようなお店が多いので、きっと刺激的な休日を過ごせるんじゃないかと思います。興味のある方は期間限定でメンバーを募集しているので、ぜひ概要欄の URL をチェックしてみてください。続いて紹介するのは三条駅から徒歩12分のところにある戸倉京都三条店さんです。このお店では肉汁あふれるハンバーグをいただくことができます。このお店も行列のできる人気店なので、開店直前かお昼の時間を少しずらして行った方がいいと思います。店内はテーブル席とカウンター席合わせてだいたい20席ぐらいありました。こういった洋食屋さんってなかなか一人では入りづらいと思うんですが、カウンター席があるので戸倉さんは一人でも入りやすいと思います。メニューに関しては定番のデミグラスソースのものからクラムチャウダーハンバーグのような少し変わったものまで様々な種類のハンバーグがありました。基本的に値段はどのハンバーグも大体一緒で、180g は1000円前後、300g は1300円前後だったので、たくさん食べたい方は 300g がおすすめです。またご飯は別料金なんですが300円ぐらいだったと思うので、ハンバーグと一緒に食べても1500円しないくらいで食べられると思います。また時期によっては提供していない可能性もあるんですが、ビールのようなアルコールも提供しているので、夜にお店に行くのもおすすめです。今回僕は定番のオリジナルハンバーグをいただいたんですが、本当に箸を入れた瞬間に肉汁が溢れ出してきて、話には聞いていたんですが想像以上の肉汁の量でした。味は本当にとても美味しくて、どこを食べても肉汁が口の中で溢れ出してくるハンバーグはとてもジューシーで、デミグラスソースとの相性も抜群でした。個人的に今まで食べたハンバーグの中で一番美味しいハンバーグだったと思います。皆さんもぜひ戸倉さんで肉汁あふれるハンバーグを味わってみてください。続いて紹介するのは京都の岡崎にある京うどん木そば岡北さんです。河原町からは少し距離があるんですが、周辺には紅葉で有名な南禅寺もあるので、合わせて観光するのもおすすめです。このお店では店名にもある通り、こだわりのうどんとそばをいただくことができるんですが、かなりの人気店で4年連続で食べログの100名店を獲得しているので、行列必至です。店内は全部で36席と想像以上に広く、基本的にテーブル席しかないんですが、2人掛けの席もあったので1人でも比較的入りやすいと思います。メニューに関してはうどんとそばの他にも丼物もあって、トッピングがシンプルなものは1000円前後で、トッピングが豪華なものは1500円前後でした。余談なんですが、関西はやっぱりうどん文化で、うどんのお店が多くてそばのお店はあんまりないですよね。僕はうどんも好きなんですが、そばも大好きなので、関西でそばが美味しいお店を知っている方がいればぜひ教えていただけると嬉しいです。今回僕は少し奮発して天とじうどんを頼みました。まずお出汁からいただいたんですが、想像以上に出汁の味わいが深くて、全く薄いと感じることはありませんでした。それもそのはずで、岡北さんは創業以来出汁にとにかくこだわっていて、天然利尻昆布のみを使用した出汁は70年かけて培った技で仕上げられた唯一無二の出汁になっているとのことです。そしてうどんはもちもちとした食感で、温かい出汁とよく絡まっていて、エビもプリプリとした食感で、衣が卵とよく絡まってとても美味しかったです。皆さんもぜひ岡北さんで本当に美味しいうどんを味わってみてはいかがでしょうか。最後に紹介するのは河原町駅から徒歩10分のところにあるピッツァリアマリータさんです。このお店ではピザ窯で焼いた本格的な焼きたてのピザをいただくことができます。ちなみにこのお店も食べログの100名店を獲得した人気店なので、行列が苦手な方は開店直前に行くのがおすすめです。店内はテーブル席が8席、カウンター席5席の合計13席でコンパクトな作りになっていました。そして店内でひときわ目を引くのが本場イタリア製の巻き窯です。今回僕はカウンター席に座ったんですが、ちょうど目の前に大きなピザ窯があって、ピザを焼いている様子がよく見えたので、
余計に美味しく感じることができました。そしてランチメニューに関してなんですが、4つのピザから選ぶことができて、今回僕は定番のマルゲリータを、そして友人はレジーナという燻製した水牛モッツァレラを使ったピザを頼みました。また夜のメニューはかなり種類が豊富で、トマトベースのものとチーズベースのものに分かれていたんですが、合計で20種類近くピザの種類がありました。僕は夜は利用したことがないので、もし利用したことがある方がいれば、ぜひおすすめのメニューを教えてください。そして肝心の味に関してなんですが、マルゲリータはトマトの酸味とモッツァレラチーズのコク、そして窯で焼いた香ばしさを感じるもちもちとした生地も相まって、とても美味しかったです。また燻製した水牛モッツァレラを使ったレジーナというピザは、スモーキーなモッツァレラチーズとトッピングのミニトマトのすっきりとした酸味も相まって、こちらもとても美味しかったです。個人的には定番のマルゲリータも美味しかったんですが、次回行った時も水牛モッツァレラを使ったピザを食べたいなと思いました。皆さんもぜひ本格的な薪窯で焼いた美味しいピザをマリータさんで味わってみてください。これで今回の紹介動画は終わりになります。気に入ったお店が見つかった方はぜひ気軽にいいねやコメントいただけると嬉しいです。正直いただけるととても嬉しいです。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。